ロデューサーさん、ここにいたんですね。探しましたよ。はい、なんとプロデューサーさんの例の企画がついに実現するそうですよ。いえいえ、詳しいことは社長さんから聞いてください。それじゃあ、いってらっしゃい。実はさっき体重を測ってみたんですけど、ちょっと信じたくない数字が出ちゃいまして。このままじゃ乙女のピンチよ、小鳥。ダイエットのためにヨガを習おうかしら。いい心がけだ。運動は健康にいいからね。私も何か運動すべきか。ああ、そうだ、せっかくの機会だ。みんなで一緒にヨガをやらないかね。君が提出してくれた企画書を読んだが、実に面白くなりそうじゃないか。まさか演劇をメインにしたステージとはね。劇場としても初の試みだ。私も楽しみにしているよ。この劇、暗き星遠い月に出演するメンバーはもう決まっているんだったね。そうか、彼女たちなら必ずや素晴らしい演技を見せてくれるだろう。頑張ってくれたまえ。美咲ちゃんもホラーや吸血鬼ものが大好きなんだそうです。みんなにぴったりな衣装を作ってみせるってとっても張り切っていましたよ。いい返事だ。公演の結果次第では DVD など発売してもいいかもしれないな。詳細は君に任せよう。アイドル諸君と共に公演を成功させてくれたまえ。プロデューサー、気をつけて。劇場に吸血鬼が。動かないでください。その通りです。その子の血は私がいただきました。今度はあなたの番ですよ。美味しそうな首ですね。
驚きました。この私のプレッシャーを跳ねのけた人間は初めてですよ。褒めてあげましょう。ですが、これならどうですか？簡単に諦めないでくださいまし、プロデューサー。そう、私ですわ。助けに参りましたわよ、プロデューサー。その必要はありませんわ。セレブとは世をしのぐ仮の姿。その正体はセレブヴァンパイアハンターマスカレード。もう千鶴、セレブヴァンパイアハンターって何？平気平気、プロデューサー、心配してくれてありがとね。私もセレブヴァンパイアハンターではなく、ただのセレブですわ。ご安心くださいまし。もちろん私も吸血鬼ではなく聖母ですよ。そういうこと。ねえねえ、面白かった？うん、一足先に美咲から今度の劇の話聞いちゃったんだよね。それで試しに自分たちの役をやってみないって千鶴と友果を誘ってみたんだけど、めぐみは人間で私はヴァンパイアハンター、そして友果は吸血鬼を演じると聞きましたわ。あら、みんなもうお揃い？早いのね。私はダンスをしてる女の子のエドガーって役ね。オッケー、やれるだけやってみるよ。私が演じるのはまるで女の子のような男の子の吸血鬼クリスティーナですか。背後に複雑な設定があってなかなか演じがいがありそうですね。私は騎士でヴァンパイアハンターアレクサンドラを演じるのですね。気高いアレクサンドラを見事に演じきってみせますわ。で、私は辺境伯夫人、悪女エレオノーラの役ね。いいじゃない、悪女燃えてきたわ。だって古今東西、悪女といえばモテモテだもの。台本の読み合わせはしてきましたが、こうして立ち稽古になると気分が変わりますね。
ほんとだよね。さ、始めよっかみんな。路地裏のあの死体、間違いない。あれはヴァンパイアの仕業だ。まだこの辺りにいるかもしれない。早く遠くまで逃げないと。あそこに誰かいる？おい、そこのあんた。私ですか？あんたみたいなお嬢さんがこんな危ないとこで何してるんだ？うろうろしてると危ないぞ。あなた優しいんですね。はあ？何言ってんのか。しまった、来たか。おいあんた、逃げるぞ。逃げる？私が？なぜ？他に誰がいるんだよ。説明は後だ。行くぞ。ここまで来りゃ多分大丈夫だろう。いきなり手を引っ張っちまって悪かったな。いえ、危ないところを助けていただいたのでしょうか。ありがとうございます。っていうか、なんであんなとこにいたんだあんた。見たとこどっかのお嬢様だろ。ええ、用事があったんです。もうその用は済みましたが。あんな治安の悪いところに用事だって？ごきげんよう、優しい紳士さん。機会があればまた。ねえプロデューサー、エドガーとクリスが出会うシーンどうだった？私たちなら当然のことですね。この調子でいきましょう。このシーンの次の日もクリスはエドガーの住む治安の悪い町に来るんだよね。はい、そして再び出会うエドガーとクリス。2人は徐々に惹かれ合っていくんですよ。ここは私の家です。あなた突然倒れたんですよ。道端に放っておくわけにはいきませんでしたから。疲れが溜まっていたんですね。服がすすで汚れていたので着替えさせてもらいました。俺の体見たのか？ええ。そっか、ごめん。どうして謝るんですか？だって嘘をついてただろ。本当は俺女なのにずっと男のふりをしてたから。母さんが死んでからずっと男として生きてきた。あんな場所じゃ女は生きていけないから。騙してごめんクリス。いいえ、嘘なら私もついていますから。え？私は本当は男なんです。
エドガーが実は女の子で、クリスが実は男の子。少し変わった形のボーイミーツガールですね。この後の展開が気になるなって台本読んでるから知ってるんだけどさ。素敵な演技を見せていただきましたわ。次は私たちの出番ですわね。私のセクシーな悪女っぷりに脳殺されても知らないわよ、プロデューサーくん。私はアレクサンドラの愛らしい妹、ノエル役ね。なんだか寝てばっかりみたいだけど。まあいいわ。最高に可愛い寝姿で観客の視線を釘付けにしちゃうんだから。聞いたかしら、アレクサンドラ。また罪のない人々がヴァンパイアの毒牙にかかったわ。国王陛下は民を憐れんで命を下したわ。我が夫の辺境伯にヴァンパイア討滅の勅令をね。バカバカしい。飢えた民の怒りを腐敗した王政からそらすのが目的だろう。そうね。民の血をより多く吸っているのはヴァンパイアではなく私たち貴族の方ですもの。もちろん刑にも参加していただくわ。不浄な怪物どもを打ち滅ぼす英雄として。不浄な怪物だと？元は人間だ。婿の民だ。我が剣は人々を守る剣。理由もなく殺すことなどできぬ。まあ、なんてご立派な騎士道なんでしょう。けれどもその気高さで誰を救えるのかしら。あなたの妹君ノエルも人の血を吸う化け物よね。あの子をかくまってあげているのは誰だったかしら。怖がらないで、アレクサンドラ。あの子は死なないわ。その剣が私のために働く限り。我が妹ノエルがヴァンパイアになり果てたあの事件から数年が経つ。あれ以来ノエルはエレオノーラの甲で眠っている。甲がなければ我が妹は目覚め人を襲うだろう。ノエルを人間に戻す方法を探し続けているが未だに糸口すら見つからぬまま、私はどうすれば。お姉様。ノエル、私の愛しい妹よ。今は夢の中でまどろんでいておくれ。いつか必ず。なんだかとても眠いの。大好きなお姉様。ノエル、考えるな。私は剣だ。一振りの刃だ。命じられたままに敵を撃つのみ。今までのように。どうプロデューサーくん、私かなりのセクシーっぷりじゃなかった？あら？レッスンウェアじゃ私のセクシーさが表せないのかしら。まだほとんど出番がないのにこの存在感、さすがいおりちゃんって感じよね。千鶴の演技も悪くなかったわよ。貴族の演じ方が分かってるじゃない。
そうでしょそうでしょ。そういえばさっきエントランスにトモカーテのフラスタが飾られてるの見たよ。そうそう小豚ちゃんのデザインでさ超可愛かった。思わず写真撮っちゃったよ。天空騎士団から贈られたものですね。小豚ちゃんたちいい心がけです。後で騎士団の皆さんを褒めてあげましょトモカってほんとファンから愛されてるよね。う。聖母ですから。リスナーのみんなヤッホー、所めぐみだよ。私アイドルになる前はモデルやってたんだ。好きなものはファミレスと地元の所沢かな。今日はよろしくねみんな。リスナーの皆さんごきげんよう。天空橋ともかです。聖母の言葉を一言たりとも聞き逃してはいけませんからね。読書でしょうか。最近はゆりこさんから借りた本を空き時間に読んでいますよ。はい、初めての試みで演劇メインの公演です。私はヴァンパイアのクリスティーナを演じますよ。私の役は人間のエドガー。エドガーは不器用だけどいいやつでさ、不良に襲われたクリスをかばったりするんだよね。それでエドガーはめぐみさん、ネタバレはいけませんよ。そうだよ、ごめん。今の話は忘れてねみんな。とにかく今回はかなりなんていうかダークな雰囲気みたいな劇になると思うよ。私たちの劇場で本格的な劇を上演するのは初めてのことになりますからね。そうそう、今までみんなが見たことのない私たちの顔を見せちゃうから楽しみにしててよね。暗き星統一期はナムコプロシアターで公演予定。リスナーのみんな絶対に見に来てよね。見に来ない悪い子豚ちゃんたちにはお仕置きですからね。
あれ？さっきの番組のスタッフさんだよね。どうしたの？子豚ちゃんになりたいと思えば、もうあなたたちは子豚ちゃんなんですよ。迷える子豚ちゃんたちを導いてあげますから、安心して私に尽くしてくださいね。また子豚ちゃんが増えちゃったね。やっぱすごいなあ、友川。この町は腐った大人ばかりだ。貴族も金持ちも平民だって子供を使い捨てる。だから俺はいつかこの町を出て約束の地を探す旅に出るんだ。約束の地？ああ、昔死んだ母さんが教えてくれたんだ。そこには悪い人間は誰もいないんだって。俺が旅に出るときはクリス、お前も一緒に連れて行ってやるよ。私は。お前たちこんなところで何をしている？あなたは？あんた誰だ？アレクサンドラ、辺境伯夫人より命を受けたヴァンパイアハンターだ。お前たちこの地区は危険だ。ヴァンパイアが潜んでいる。ヴァンパイアが？行こうクリス。ええ。もしノエルが、妹が成長していればあれぐらいの少女だったのだろうか。考えるの今は。私の役目はヴァンパイアを狩ること、それだけだ。皮膚がピリピリするようなプレッシャーを演技の間中友果から感じていましたそわ。うですね。アレクサンドラはクリスの敵、ヴァンパイアハンターですからね。必要ならもっと強いプレッシャーを発することもできますよ。いいえ、あれ以上敵意をむき出しにした演技だとアレクサンドラが怪しむと思いますわ。確かにそうですね。では本番でも先ほどぐらいのプレッシャーを心がけましょう。次俺の出番だよね。すっげー楽しみだな。不良役全力で頑張るよ。カモが来やがった。綺麗な宝石とドレスじゃねえか。このナイフで殺した後でゆっくり身ぐるみ剥いでやるよ。クリス、危ない！なんだお前、邪魔すんな。なあプロデューサー、この場面って2人の不良がクリスたちを襲うシーンだろ。
俺だけじゃ死体が足りないから、プロデューサーも死体役になってよ。よかった。エドが、あなたが目覚めなかったら、私は。クリス、君は。エドが、選んでください。ここで死ぬか、もう二度と死ねない体になるか。今ここで死ぬのと、もう二度と死ねないのと、どちらがいいですか？俺は。おーい、めぐみ。ちょっと休憩しようぜ。って、あれ？どうかしたのか？だって、エドがかわいそうで。泣くなって。そうだ、落ち込んだ時は体を動かすのが一番だ。キャッチボールしようぜ、めぐみ。今はいい。ごめんね、スバル。それじゃあ、おやつ食べるか？何でも付き合うからさ。泣くなよ、めぐみ。そうなのか。わかったよ、プロデューサー。そっとしておくよ。報告によると、近頃農場の鳥が襲われる被害が多発しているらしい。鳥は皆血を抜かれて死んでいた。動物の仕業ではないとなれば、次に襲われそうな農場はここか。人間を襲うのは死んでも嫌だ。ええ、分かっています。だからこうして鳥の血で渇きを癒しているのですから。あなたが人を襲わない限り、私も人の血を飲んだりはしません。ありがとう。けど俺は農場を襲うのも。ですが、このままでは死んでしまいますよ、エドが。いいことを考えたんだよ、クリス。ここじゃない。ずっと遠いとこかへ行こう。悪い人間のいない約束の地へさ。きっとそこなら俺たちだって幸せに暮らせる。いけません。私には罪があるから。共に旅に出れば、あなたまで命を狙われるでしょう。命を狙われることなんて怖くない。俺はクリスと一緒にいたいんだ。エドが。思惑通りだ。待っていたぞ、ヴァンパイア。誰だ？何？お前たちはあの時の。そんな、まだ子供では。いや、考えるな。ノエルのために、婿の民を守るために。私はこの剣を取る。皆さん、熱の入った演技でしたね。登場人物たちの苦悩が伝わってきました。
お疲れ様、プロデューサーくん。今帰り？ええ、でも帰る前に予約してたエステに行くわ。毎日のお手入れがお肌を輝かせるの。セクシーに近道なしって、セクシーの偉大な先輩も言ってたしね。もちろん、好み姉さんよ。貴様らがヴァンパイアだからだ。あら？ねえ、何か声が聞こえない？プロデューサーくん。そんなんじゃないわよ。ほら、耳を澄ませてみて。貴様らがヴァンパイアだからだ。そういえば、劇場で噂を聞いたことがあるわ。夜になると声が聞こえてくるんですって。もしかして、この声がそのお化け？それとも、本物のヴァンパイアがここに？調べに行くの？ちょっと、プロデューサーくん、私を置いてかないでよ。貴様らがヴァンパイアだからだ。なかなかうまくいきませんわね。もう一度。なんだ、声の正体は千鶴ちゃんだったのね。あら、リオさん。それにプロデューサーも？まあ、私ったら扉を閉め忘れていたのね。声が漏れてしまったようですわ。それは私が今回の主演だからですわ。大役である以上、絶対に失敗はできませんもの。だからこうして自主レッスンをしていたのです。でも驚かせてしまって申し訳ありません。いいえ、私まだ納得できていませんの。プロデューサー、続けさせてくださいまし。ねえ、プロデューサーくん、私も残って練習したい気分になっちゃったわ。ちょっとだけならいいでしょ？ね。ありがとう。あ、練習の前にエステの予約キャンセルしないと。エステのキャンセル？いけませんわ。キャンセル料がかかるのでは？大丈夫よ。そんなのないから。それに私だって今回の公演いいものにしたいって思ってるもの。アダルト組として一緒に頑張りましょう。ね、千鶴ちゃん。リオさん。そうですわね。一緒にいいものにしましょう。どうしたらいいのかしら。役のイ
イメージがうまくつかめませんわ。ええ、私とこのアレクサンドラでは生まれも育ちもかけ離れていて。あら？どうしてプロデューサーが謝りますの？それは似て非なるものですから仕方ありませんわ。それはともかく、どうすれば貴族らしく演じられるのか。貴族らしくねえ。でもあんまり思い詰める必要はないんじゃないの、千鶴ちゃん。リオさん、けど私だって貴族のことなんてよくわからないけど、イメージで貴族役を演じているし、それに大切なのは貴族らしく演じることじゃなくて、アレクサンドラらしいことでしょ。それにこのアレクサンドラってなんだかすごくいい人そうじゃない？優しくて妹思いで。違う時代の人で貴族であっても、私たちとそんなに考え方は違わないんじゃないかしら。ありがとうございます、リオさん。私、目が覚めた気分ですわ。この役は私にとってとても大切な役なのです。アレクサンドラは妹に「お前はヴァンパイアになった」と真実を伝えることができずにいる。大切な人に隠し事をしている苦しさ、私には人事とは思えないのです。アレクサンドラらしさ、必ず表現してみせますわ。私たちの演技はどうだった？プロデューサーくん。もうこんな時間ですの？終電が行ってしまっていますわ。私は大丈夫ですけれど、リオさんやプロデューサーは電車でしょ？いやったー！ありがとう、プロデューサーくん。ねえ、千鶴ちゃんも一緒に送ってもらいましょうよ。私は。そんなこと気にしませんわ。ありがとうございます。ではお言葉に甘えて。私は家の近くで降ろしてくださいまし。ええ、近くまでで結構ですわ。近くまでで。どうして俺たちを殺そうとするんだ！俺もこいつも悪いことなんてしてないのに！貴様らがヴァンパイアだからだ。私が剣を振るう理由はそれだけでいい。なんだよそれ。
どうしてあんたそんなひどいことが言えるんだよ。俺たちは生きたい。ヴァンパイアだって幸せになっていいはずだ。ヴァンパイアが幸せにノエルそれに俺もクリスも人を襲ったりしない。それでも俺たちを殺そうっていうのなら。エドが人を襲わないという言葉に嘘偽りはあるまいな。神に誓って、あなた方の神ではなくヴァンパイアの神ですが。どこへなりとも行くがいい。ただし夢忘れるな。もし貴様らが人を殺めれば、私がお前たちを地の果てまでも追いかけて殺す。ああ、分かった。感謝します、アレクサンドラ。お礼にあることをお教えしましょう。なんだ。辺境伯夫人エレオノーラについてです。エドガーとクリスが助かってよかった。見逃してくれてありがとう、アレクサンドラ。どういたしまして。と私が言うのはおかしいですわね。次はいよいよクライマックスですわ。この物語がどういう結末を迎えるのか、その目に焼き付けてくださいまし、プロデューサー。あら、珍しいこともあるものね、アレクサンドラ。あなたが自らこの城を訪ねてくるなんて。自分の愚かしさを恨む貴様の正体にここまで気づかなかったことをな。エレオノーラ、いやヴァンパイア、よくも私を騙してくれたな。あら、人間ごときが私の正体を見破るなんて。どうしてわかったの？褒めてあげるわ。一つだけ聞かせろ。なぜヴァンパイアの貴様が私にヴァンパイア狩りを命じた？もちろん淘汰のためよ。たとえ同族でも私の王国に弱き血族は不要だわ。私がこれから作る王国にはノエルのような強大な力を持つヴァンパイアさえいればいいの。ああ、ノエル、あの力はまるで私の愛し子。あの子を同族に迎え入れた時の血の歓喜ときたら。貴様がノエルをヴァンパイアに？ではあの晩屋敷を襲い我が父と母を殺したのも？そう私よ。今でもあの時の高揚を覚えているわ。許さんぞエレオノーラ。その悪逆、我が剣の露となり散るがいい。あなたに私は殺せないわ、アレクサンドラ。忘れて。私の子がなければノエルは目覚めるのよ。でもそれも一興かもね。目覚めたあの子が人の血を吸る様を見てみたいわ。貴様！やだ、
そんな怖い顔をしないでちょうだい。心配いらないわ。あなたも私たちの血族にしてあげる。そうすれば姉妹仲良く暮らせるわ。私たちヴァンパイアの血と闇の世界でね。そのような誘惑に誰が乗るものか。滅びるがいい、ヴァンパイア。なんて愚かな子。永遠の時を、我が悠久を拒むなんて。後悔するわよ、アレクサンドラ。せいぜいあがきなさい、この苦しみの世界で。私は我が妹を、ノエルを信じる。人間の心を持つ者たちを信じる。だからもしノエルが人を殺せば、私がこの手で人としてありがとう。さて、私はここで退場か。悪いヴァンパイアとはいえ悲しい役だったわね。けど悪女を演じるのって楽しかったわ。本番ではもっと楽しんで演じるつもりよ。それにしても千鶴ちゃん、すごい迫力だったわ。ノエル、起きてくれ、ノエル。愛しい我が妹よ。お姉様。お姉様。私、なんだか悪い夢を見ていたようなの。大丈夫だ。ノエル、私がついている。これまでも、これからも、ずっと。お姉様。お前にもしものことがあったときは、必ず私が。だから、共に行こう。あれから私たちは約束の地を探して旅をしている。エドガーの言う約束の地が本当にあるのかなんてわからない。けれど、一つだけ確かなことがある。それは、エドガー、あなたといるだけで私は幸せです。はあ。俺もだよ、クリス。なんか、照れるな、こういうのって。俺、なんか顔熱くなってきちゃった。顔を洗ってくるな。ありがとう、エドガー。私を孤独から救ってくれて。この暗闇に光を差してくれたのは、あなた。あなたと共にいられることが、きっと、私の約束の地、なのですね。ありがとうございます。けれど、これで慢心したりしませんわ。本番までにより歴史に残る素晴らしい劇にしましょう。
私たちみんなで力を合わせて頑張ろうね。本番が楽しみだな。みんなこんなに頑張ってるんだもの。きっと本番も大成功、間違いなしよ。そうね。しかもこの未来の伝説的大女優水瀬いおりちゃんまで出演してるわけだし。プロデューサー、安心していいわよ。公演の成功は私が保証してあげるわ。にひひ。お疲れ様ですわ。おかげさまで公演は大好評のうちに幕を下ろしましたわ。今日は差し入れにお母さんではなくシェフの作った唐揚げを持ってきましたわ。塩味に醤油味、それにニンニク味もありますわ。さあどうぞ。美味しそうけど、ニンニク味は遠慮しとこうかな。あら？めぐみ、ニンニクは苦手だったんですの？そういうわけじゃないんだけどさ、私まだ役が抜けきってないみたいで。ほら、ヴァンパイアってニンニクが苦手でしょ。だからちょっと食べる気にならないんだよね。なるほど。では塩と醤油をどうぞ。他のみんなはニンニク味いかがかしら？私もやめておくわ。役に入り込みすぎたのかしら。ニンニクの匂いを嗅ぐと胸焼けがするのよね。私もパスするわ。けど差し入れに唐揚げなんて随分と庶民的じゃない？千鶴。私たち以外は一般人ですもの。庶民に合わせてあげたのですわ。確かにそうね。なかなか気が回るのね、千鶴。なんとかごまかせたみたいですわね。何をごまかしたんですか？いえ、なんでもありませんわ。それよりともかはニンニク味いかがかしら？私もヴァンパイア役なので遠慮しておきます。いつもなら大歓迎なのですが。ではプロデューサーと私スバルでニンニク味の唐揚げをいただきましょうか。じゃあこれいっぱい食べていいのか？やったー！唐揚げすっげーうまかったぜ、千鶴。お肉屋さんの唐揚げの味だった。気のせいですわ。そんなことよりスバル、公演では素晴らしい演技でしたわね。え、そうなのか？俺今回は脇役だったからそんな風に褒められるなんて思ってなかったや。もうなんかはずいから俺も褒める。千鶴の演技だってすっげーかっこよかったよな。プロデューサーもリハーサルの時の死体役すっげーうまかったぜ。最初はプロデューサーはどうして私を主演に選んだのかと思いましたけれど、でもとてもいい経験になりましたわ。それに
終わった後のお客様方のあの顔、皆が皆物語に心を打ち抜かれて、ライブとはまた違った表情に私とても感動しましたわ。本当に素晴らしい経験だったと思います。ありがとうプロデューサー。ねえねえより、私たちの演技どうだったかな？そうね、まあ悪くはなかったんじゃない？けどこれで満足してちゃダメよ。私みたいなスーパーアイドルになりたかったら、せいぜい頑張って練習することね。アドバイスありがとう先輩。満足しちゃダメ、その言葉胸に刻んだわ。私も今のセクシーで満足しないで、もっとすっごいセクシーを目指さなきゃ。まあいいけど、プロデューサーもまだまだ苦労しそうね。今回の劇、子豚ちゃんたちにとても喜んでもらえました。嬉しいですね。この調子で子豚ちゃんを増やしますよ。プロデューサーさん、また私を今回のような素晴らしい劇に出演させてくださいね。今、約束と言いましたね。もし私との約束を破った場合は、期待していますからね、プロデューサーさん。